皆さんお疲れ様です。男食べインデックスファンドのハーピーです。今回は韓国編最終章パート4というところでやっていきたいと思います。今回はショッピング編になるんですけれども、動画の後半では最近話題沸騰中の南平和市場に行ってまいりましたので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは行ってみましょう。最初に訪れましたのはソウル市の南東にありますロッテワールドエリアにやってまいりました。目の前にあるのがロッテのワールドタワーなんですけれども、僕らが日本に帰った後すぐにですね、外壁を登った方がいてですね、ニュースになってましたね。皆さん登る場合はですね、エレベーターを必ず使ってください。ロッテワールドエリアにはショッピングができる免税店はもちろんあるんですけれども、その他にも遊園地、水族館、動物園などの施設があります。中でも遊園地はかなり広いみたいで、世界で最も広い室内の遊園地があるというところで2013年にギネスに登録されているみたいですね。僕らはですね、安いお土産とかを探してるんですけれども、結構ブランド品のお店がね、多かったですね。そして僕らがですね、求めていた店舗はですね、なんと駐車場と同じ階の地下にありましたロッテマートでございます。店内は日本でいうイオンモールのような形になっておりまして、生活用品が揃ってましたね。地元の方もかなり来てたんじゃないかなと思います。一旦ここらで現地での私の声をどうぞ。カニがはい、ということで目的地に着きました。やはり韓国のお土産といえばこういう感じを皆さんイメージされませんか？そしてふと気づいたんですけれども、韓国ではこの1個買うと1個無料みたいな、感じの表記がね、多く見られましたね。普通のコンビニでもやたらとこの商売方法を目にしたので、日本との違いですごい面白かったですね。そして僕が買ったお土産の中から3つですね、日本と買うのどっちが安いんじゃいというところで調べてみました。結果はこちらなんですけれども、下の2つの保湿剤に関しては、日本でまとめ買いをすることによってですね、韓国とそんなに変わらない料金で買うことができます。それに対して一番有名なネイチャーリパブリックさんの顔マスクに関しては韓国で買う方がね安いと思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、すっかり日は落ちましてですね、ウォーカーヒルをチェックアウトした後、今これ深夜の2時過ぎですね、南平和市場に向かっていきたいと思います。そして移動中に韓国のぼったくりタクシーについてですね、分析しましたので、皆様騙されないようにですね、お教えいたします。まずぼったくりタクシーの特徴ですが、旅行者に目立つようにですね、大通りに駐車しております。そして走った距離に対するお金を計算するですね、料金メーターを使っていません。最後に騙してくる方は基本的にルールが守れないので、タクシーの停留所には並ぶことができません。次に騙されないためにタクシーの通常料金とですね、あと対策をですね、まとめてみたのでご覧ください。まあ一番いいのは Uber とかカカオタクシーとかっていう配車アプリをね、使うのが一番いいんじゃないかなと思います。ちなみに僕の連れはですね、ぼったくりタクシーに値切り交渉してぼったくってましたね。はい、そして南平和市場に着きました。降ろされた場所がこの場所です。皆さんこんな場所で降ろされたらですね、結構不安になりませんか？そして辺りを徘徊していると着きましたね。南平和市場は韓国で NPH って呼ばれてるみたいですね。この施設の実態としては、衣類良品の卸売場さんで、お洋服などが製造されてから店舗に運ぶまでの中堅地点なんですけれども、そちらでですね、運送されている途中の洋服などをですね、買うことができます。ここで購入することによって、店舗までの運送料がね、省けてですね、料金が浮きますので、比較的安くですね、衣類などを購入することができます。それでは勇気を振り絞ってですね、中に潜入してみましょう。構造としましては地下1階から3階のですね、4階建てになっております。入った瞬間、ご飯を頭の上で運んでいるおばちゃんがいてですね、おーと驚きましたね。はい。まずはですね、2、3階のフロアに行ってみまして、衣類をね、見てみます。で、皆さんこれ見てください。なかなか日本じゃ見ないですね、映像じゃないですか。そして床にある大きな袋が見えるかと思うんですけれども、これが運送業者さんが店舗の方に運ぶ在庫かと思われます。ナンバーとかが書いてありましたね。でね、皆さんこちらに来る際はですね、スーツケースは持ってこない方がいいです。確実に持ってこないでください。通路が狭いのでね、全然通りづらかったです。そして営業時間に関してなんですけれども、営業時間は記載の通りなんですが、これ実際にですね、この時間にはなっておりません。現地の人に聞いたらですね、2、3階のフロアに関してはもう3時ぐらいにはね、閉まっちゃうみたいなので、皆さんですね、早めに行ってくださいね。そして連れがこのグレーのセットアップ買ってましたね。これで1800円なのでかなり安いんじゃないかなと思います。そしてこの南平和市場ではですね、店員さんが全く話しかけてきません。英語も日本語も伝わらないのでかなり厳しい状況なんですけれども、勇気を出して店員さんに話しかけたところ、翻訳アプリを使ってくれたり、ジェスチャーでね、一生懸命教えてくれたりして、本当に素敵な方々ばっかりでしたね。感謝の気持ちでいっぱいでございます。はい、そして2、3階を見た後にですね、地下1階にあります、カバン財布ベルトのコーナーに行ってみたいと思います。はい。地下1階はですね、2、3階よりもさらにですね、道が狭くなっております。で、2、3階に比べてですね、空いてる店がまだ多かったですね。僕らは4時ぐらいに行ったんですけれども、ほぼね、一番下の階に関しては、8割くらいのお店がね、営業している状態でした。しかし営業はしているものの、店員さんが見当たらなかったり、あと店員さんがお店の中に自分のスペースを作って寝ていたりするんですよ。
まあ営業がね、深夜帯なので眠くなってしまう気持ちはわかるんですけれども、思ったより本当にね、爆睡されているので、なかなかね、声をかけづらい状態になっています。ただですね、皆さん、こちらに来た際はですね、せっかくですから欲しいものがあったらね、店員さんに声をかけていただければと思います。ちなみにクローズしているお店はこんな感じでね、カーテンが被せられたりしているので、皆さん分かりやすいと思います。そして連れがですね、お土産を爆買いしたせいでですね、スーツケースに入らなくなってしまったので、こちらの店舗にバッグを買いに来ました。実際に買っていたタルバッグがこちらで3500円くらいですね、料金的にもかなり安いんじゃないかなと思います。寝てる店員さんを無理やり起こして購入してましたね。はい、僕らは南平和市場を出た後、日本に帰国をするんですけれども、皆さん7泊8日の長い韓国の旅いかがだったでしょうか？見ていただいた方、ご視聴していただき本当にありがとうございます。また登録者数が200人を超えたというところで、そちらに関してもですね、皆様いつもありがとうございます。今後の展望としましては、平常運転に戻りまして、ホテルレジャー施設のレビューをして参りたいと思いますので、ぜひですね、また見ていただければと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。